わしの製品は油揚げだったというぐらい、油揚げに入れ込んで育った。なんていうんですかね、厚揚げがもう焼いて食べるだけですごく美味しい。さきさん、今日は何時起きですか3時半ぐらいですね。毎朝この時間に佐々木文也ですね。社長になるんですかね。いやいや、もう息子が社長で私は会長です。私が4代目、息子が5代目ですね。まあ、段取りから言うと、今、原料大豆が今上に溜まってるんですけど、はい、これを押しで引いて、で、この2つは、用と一緒ですけど、煮る釜ですね。何になるんですか。原料大豆ですね。まあ、豆腐の種類に応じて、こっちとこっち、まあ、大豆です。向こうのやつをこっちに吸わせてるわけ。これ何やめてるんですか、今。これ温度がね、火を渡してる温度が、もうちょっと上がらんといけんと。で、まあ、これ、原材料は今、ほとんどが、三好さんと青森さんをブレンドしたものです。何年ぐらいこの豆腐屋さんされてるんですか。今年で40年目になったんですかね。3年サラリーマンした後25で帰ってきて、ちょうど、つい先月65になったところですよ。今日3時半に送られたんですそうです。いや、でも6時とは寝てますよ。早い日にはね、もう飯食ったらすぐ寝る8時半には寝たりね。もう、そういう癖になると、もう9時ぐらいになるともうテレビ見るのもめんどくさくなって、もう寝るんですよ。消毒がないと、やっぱ、まあ、前日にちゃんと全部洗うんだけど、一応その修行するときにはもう一回ネット消毒すると。例えば、板前さんが前日片付けちゃんとしても、次の朝、まな板使うときにはちゃんとまあ、消毒したり、きれいにしたりするみたいなもんで、作業する上での気持ちでもあるし、チケットのとこが残っとって雑菌でも排除しとったらいけんということで、まあ一応もう一回やります。
すごい何個も並行して作業が。そう、一個ずつタラタラやろったんで終わらんのでね。これらはね、袋詰めして店で配ったり、移動販売が持って出たりするよね。今や産業廃棄物ですよ。まあ、ここで惣菜に使ったり、他のドーナツ作ったりしますけど、出てくる量に比べて消費量はやっぱり少ないんですよ。で、うちの場合はまあ、ここフロマージュっていうチーズ屋があるんですけど、あそこの家畜に全部持ってるんですよ。何度ぐらいここって温度が上がって湿度とかって。湿度は相当高いです。まあ、温度測ったことはないですけどね。いっぱい作業があるんですが、何が一番肝になるんですか、工房作る上で。いや、本当は全部なんですよね。で、ちゃんとした原料がないとできないし、季節によりますけど、水に浸積するわけですよね。その時間がまず適正かどうか。で、ここ牛でするときにちゃんと擦れてるかどうか。だからどれが一番っていうわけじゃないと思います。で、まあよく言われるのはこの後、にがりを入れて寄せ込むときに失敗しやすいという。まあ確かに、作業上はそうですけど、ここでちゃんと投入ができていなかったら、うまく寄せ込もうとしてもそれはもう無理なんですよね。だから全部が同等に重要だと。これ湯葉です。ちなみに普通のお豆腐と湯葉は何がこ湯葉は、牛乳をほっといたら膜が張るのを知ってる。う、それがあれと一緒ですから。豆乳に張る膜です。タンパク質の膜が張るんですよね。豆腐屋になった頃、湯葉なんて京都の湯葉屋さんが作るもんだと思ってたんですけどね。まさか自分のとこで作った、そんなことはね、本当に夢にも思わなかったんですけど。やっぱ製品の需要というかものがあったんですか。やっぱあるんですよね。ただまあ、食べ方が、こう知らない人も多いですよね。そのまま刺身のように食べてもいいし、お汁の中入れてもいいし、手をかければ開いて中にいろんなもの詰めて巻いてもいいし、まあいろんなことには使えるんですけど、馴染みがないんでね、どうやって食べたらいいかわからん人の方が多いでしょう。豆乳の濃度ですね。これよく果物の糖度を測るやつ。まあ、適度な濃度っていうのが、まあ、それは確か許容範囲はあるんですよ。だからやっぱり狙いがあるんですね。なってるかどうか。わしはいいけ後で来る従業員の方しっかり取っちゃってくださいね。
ぐじゅぐじゅにしたやつが上から重しを乗せると固まるわけです。で、木綿豆腐。どれくらいで固まっていくんですか？まあ、小一時間ですね。端的に言うと、自分が食べて美味しいかどうかですよね。で、その基準がどこにあるかって言ったら、自分の場合はもう、ここの最初の原料を選択するところから全部ストーリーが頭にあるわけじゃないですか。それを踏まえた上で、今日の出来はどうかなと食べた時に、自分なりに想像するようなもんだったら美味しい豆腐だと思うし、そうじゃなかったらまずいねと思うんで、どうも一般的な豆腐をうまく評価できん部分もあるかもしれん。それぞれタイプがいろいろあって、淡白だけど喉越し舌触りがいい豆腐の出来。で、味が濃いことを目指すタイプの豆腐。それぞれの基準が違うので、こっちの味は薄いけど、淡白だけど喉越しがいいタイプ。これは評価されにくいけど、ものすごく食べた時に食感がいい。で、そうなった時にこれはうまい、いいのができたなと思うし、よその豆腐を食べた時に、基準もやっぱり自分なりの基準になるから、ああ、これはいいよね、これちょっとどうかなと、いろいろあります、そら。もう普段から毎日、やっぱお豆腐は、味見程度ですね。そんなには食べないです。今作ってるこっちは何豆腐になるんですか？これ3つとも油、豆腐の小さくて硬いようなのができるんですよ。これは今何をしてるんですか？重しを乗せると、だんだん小さくなっていくんだけど、ほこりにもこういう角みたいなのが出てくるわけですよ。でこれ、このままだと商品にできるので、余分なところは取っておくことがいいです。
これは何ですか？販売用の豆乳にして。ああ、パッキングってことですか？そうまあ、実はこういうちまちま一生懸命手作業しとる。結構お店が市内にもなんか販売所ありますよね。そうそうそう。3店舗ある。全部息子になってからです。私はそういう気はなかった。それはやっぱり作り手の問題なのか、それともそのシンプルに利益的な構造の話で、その当時、豆腐がいっぱいあって、まあ豆腐に限らず作れば何でも売れたわけですよね。儲かった豆腐屋さんは息子や娘を大学行かした。彼らは豆腐屋なんかせんわけ。その時のまま年齢が上がるばっかりで、かといって販路を求めてほとんどの人は量販店に大手がいろんなとこから入ってくるようになって、だんだん淘汰されているんです。4、50年前は全国に5万件ぐらいあったのが、今実動してるのは3000件ぐらいらしいです。全国でね。1割の大手が全体の9割の売り上げを上げとる。で、反対に9割の零細が1割を一生懸命分け合ってる。だから小さいところは小さいところなりに、相当な特徴を出していかんと、豆腐屋としては生き残っていけんわけですよ。特徴で言うと、それはどういったところが差別化になるんですか？まあ一番最初、この店舗にしたときは、地産地消という言葉を使い始めた頃で、地元のものを使った豆腐を作っていくことにしようということで始めて、それをも売りにしたんです。その頃ね。で、それと同時に作ったものがここで食べれるというのをメインにして始めたんです。原料にこだわらず、いろんなお客さんのニーズに合わせたものを、時代に合ったものを作っていくということが、まあこれからなんだろうな。それはもう息子の仕事。こっちとこっちと2種類の豆腐を作るんですよね。これはどういうふうに作り分けてるんですか？こっちは少し硬くなるやつ、こっちはちょっと柔らかめになるやつですね。これはその冷却期間とか、そういったもので硬さが変わってくる。左の種類と寄せ込み方、それから今、これ言いましたけども、その型箱の入れ方で変わります。以前はもう、わしら夫婦が中心になってあれやってね、これやってねっていう感じで、もう全然そんなことない。確かにスリムですもんね。そうそう、どうやって太ろうかと思って太らんよね。ここに3日おったら痩せるよ。年取って痩せていくとね、病気になったみたいなんで、なんとなくね、イメージ悪い。わしは、この後ちょっと、配達に出て、で、帰ってきたら油揚げを揚げました。出勤は毎日。そうです。なんか楽しみ、もしあったらお伺いしたいんですけど。まあ、帰って一杯飲むとか、そういうことじゃん。で、まあ、向こうにカフェがあるんですけど、そこに畑があるわけですよ。エネルギー残っとったら、なんか、いまいちね、味が悪いんですね。で、余力がある時には必ず草刈りした蝶。広島のサラリーマンの時はどういう仕事を？コンピューターの営業だと、リクルートスーツ着て会社訪問して、一番最初に泣いてもらったところにマーケットに入ったわけよね。飛び込みの営業なんてあるなんて夢にも思ってなかった。営業って何をするかも分かってなかった。で、入ってみたら会社訪問生とかで、こんなんだったんかと思って、しょうがないよね、と。根性はね、大学の時に来たら、なんかね、体育会だったよ。何をされてたんですか？少林寺拳法だったよ。悪臭なんて普通よね。何種類ぐらい商品があるんですか？ここにあるだけなんだけど、22、3ある。みんな手足が動かされることは多少筋肉があるわけだよ。駅がいるんですか、いつも。2、3回かね。
お好きなんです。37です。佐々木豆腐店さんで人気の商品ってまあ、油揚げとか結構有名なんで、そうですね、強いて言えば油揚げからって思います。佐々木豆腐店のお豆腐はどこで買えるんですか？基本的には直販しかしてなくって、三好市の本店と、あと市内で中区の東海地店と、あと八丁堀店。移動販売は、この三好近辺が多いんですけど、三好市と、あと小原市だったりとか、東条、西条、東広島あたりですね。なんか、土曜日とかだったら、福山とか、尾道の方にも行かせてもらうこともあったりします。なんか10時に出発して、結構夕方まで丸1日回ってるって感じですね。これ何のメニューですか？豆腐の唐揚げがあるんですが、ちなみに今日朝ごはん何ですか？絹厚揚げの肉味噌あんかけ。大体お店の商品を食べられることが多いんですか？そうですね、結構食べますね、特に朝。
広島市内今直営で3店舗あって、で、一つショッピングモールに入ってる店舗もあるので、まあそれを含めると一応4店舗っていう形にはなるんですけど、大手町にある店舗はランチも夜の居酒屋もやってるっていう感じですね。こういう風に味わってほしいとか、ここをちょっとこだわってますみたいなポイントがあったらちょっと聞きたいんですけど。まあやっぱりなんか製法自体がすごい昔からある製法をそのまま使ってるんで、味を左右するところは全部手作業でやってるんで、その微調整をすることで冷ややっこで食べてもらって、そのお豆腐の風味だったりとかっていうのを感じてもらいたいかなと思います。ありがとうございました。おやつそうそう。朝飯は朝食ってくるけどね。で、これが終わるのが遅くなるんで、途中なんか食わんといけないんですよ。パン。おやついつも菓子パンなんですか？あ、パンが多いね。一番最初に103度、104度になったら始めます。左側。それからまあじんわり上がって107、8度から110度ぐらいになる。高い方はだいたい200度を超えるぐらい。油で揚げるっていうんじゃなくて、湯がいてるみたいなもんですね。で、中に気泡があるやつがこっちでだんだん膨らんでくるわけですね。で、膨らんできたやつをこっちでカラッと揚げる感じ。上がり終わるまでだいたい約30分ね。結構使う。で、油揚げはこの濃度が薄いんですよ。で、揚げてみないとどういう風なのが上がるかわからんので、ちょっと揚げ方を工夫するということなんで、油揚げ人気のメニューだっていうふうに。そうですね、まあ、看板商品ですよね。ここの店舗を始めるときに、まあ、飲食店も始めるし、焼いて食ったら美味しいような油揚げを売り出そうって言って、私と親父と考えついたんです。揚げ物って揚がれたて食うのが一番美味しいんですよね。自分が作りたい料理にこの油揚げが合うかどうかが、まあ、評価の分かれるところだと思うんですね。いいことを始めるときに特徴のあるものがいるからって言ってこれを考えたんですけど、まあ、その時、うちの親父っていうのは、わしの青春は油揚げだったというぐらい油揚げに入れ込んで育った。地元の方が多いです。いや、よその人の方が多いですね。でも、観光地になってしまったんですよ。まあ、まずは話を、50万でやってあげるわ。
すすめのちょっとメニューがあればお伺いしたいです。そうですね。彩り膳か豆油膳かが僕はおすすめです。なんかこの肉厚の油揚げが結構うちで名物みたいになってて、作るのもすごい難しい商品なんですよ。数も少ないし、揚げたての油揚げをこんがりパリッと焼いて出してるみたいな感じなんですよ。が食べれるメニューなのでおすすめかなと思ってます。であともう一個はなんか生湯葉の天ぷらとっていうシンプルなんだけどなんかいろんな商品の良さが分かりやすいお膳かなと思うので、このどっちかが僕はおすすめ。うちで作ってる商品ですね、全部。ベースはもう、僕の先代お父さんとというか、僕からしたらお母さんですねが作ったレシピがベースになってます。サンドイッチみたいな。三好からはい、もう今日はここに来ると決めてきました。もともとここに佐々木豆腐店さんあるの知ってて来てみたいと思って。なんか油揚げはすごいサクッとしてるんですけど、で中がちょっとやんわりしてて、でその中のキャベツが食感がシャキシャキしてるんでなんか面白い。まろやかで美味しいです。
は来るんです初めてです。ここずっと気になってたんで、豆腐料理ってあんまり馴染みがないじゃないですけど、メインでやってるのも珍しいなと思って、厚揚げとかそうですけどめちゃくちゃ軽いですね。もう脂っこくもなくて何個でも食べられそうな感じはしますね。はい。お兄さんはお味はいかがですか？めちゃくちゃ美味しいです。しっかりしてるけどふわふわって感じです。2760円になります。はい、ありがとうございます。次。今日はちなみに何を買われたんですか？今日は豆腐の唐揚げと白あえと、あとは南蛮漬け。南蛮漬けがあっさりしてとても美味しくて甘みがあるというか、で唐揚げにしてもしっかりちょっと歯ごたえとかがあって、お酒のあてとかああいうのにもぴったりだ。結構ご家族の方喜ばれたりされます？喜んでますね。はい。腹だまりもいいし、味もやっぱり豆腐のなんていうんですかね、しっかりした豆腐の旨味がこのお惣菜にあるので、はい。美味しくいつもいただいてます。初めて来る人に、はいこのおすすめだよっていうのがあったらちょっとしたいんですけど。ここはですね、ざる豆腐とかもすごく美味しいんですけど、厚揚げがもう焼いて食べるだけですごく美味しい。土日とかはもうランチの方でいっぱいで、もう本当に列をなしてらっしゃるので、一回は来てみたいんですけどっていう感じですかね。今日何か帰りに買われてましたか？おからドーナツとお豆腐の醤油です。豆腐三昧です。広島市内にも同じ店があるみたいなので、そっちで豆腐は買いたいと思います。Kaya lang kasi ngayon ang gusto ko yung mga manipot na pwede okay.
油揚げのサンドの単品です。すっごい油揚げが肉厚ですごく美味しいです。タレもピリ辛で美味しいです。久しぶりに来ましたけど美味しいです。これは豆腐ハンバーグです。なんか一押しありますか？期間限定なんですけど、厚揚げの南蛮が好きです。なります。うん